今回のメインクエもおもろかった。そういえばユーノってどうなったんだろう。あなたなくして勝利など叶えなかったのです。違う、これはユーノの功績だよ。ユーノどなたです？黒ゲームスコラー。家なしララチャンネル。おはいえなし。この動画は名調バージョン 2.6 うがつ烈光向かう月光の超責任務2章8幕格用のように焼かれてのネタバレありダラダラ感想動画です。冒頭ご紹介した黒ゲームスが早速やりやがった件に先立ち、家なしはこの金髪野郎に言いたいことがあります。ごめんなさい、疑ってすみませんでした。いや、どう見たって悪いやつやんけ。きょうちゃんが一人の時を見計らって声かけする出会い中ムーブ、丁寧語、金髪のやさ男美女、元老院の犬、野心家、どうか私にも同行させてください。役満でしょ。最終盤まで1ミリも信頼しておらず、いつ顔が似ちゃって本性を表し合法的に顔面ぶん殴れるようになるか楽しみにしていたんですが、発話者にご丁寧にずる賢いという枕言葉までつけられる元老が登場してから流れが変わり、まさか本当にいいやつからの本当にいいやつで終わるという。まあ本当にいいやつというのも雑で、野心は本物なんでしょうけど、私こういう部下の野心には気づいているけど、それを理解した上で統率しにかかる上司と上司にカンパされていることを理解した上で開き直って立ち振る舞う部下の関係好きなので、オーガスタと金髪野郎の間柄は好きでした。個人的な好みなんですが、金髪野郎の方はハンターハンターのパリストンみたくもっと性格ねじ曲がっていて、元老院やらささやきやら何かと気苦労多いオーガスタにいやらしいことぐちぐち言って、オーガスタにもプレイヤーにもストレスかけてくるキャラでもよかったぐらい。でもそれ以上に元老院のやつらはもっと嫌いで、そしてセブンヒルズへの愛は本物であるがゆえに危機的状況に対してはオーガスタと共闘して立ち向かう的な好みですね。名調はヒョウちゃんはじめ有能で強靭な人格者揃いなのでそう思ったのかもしれません。ヒョウちゃんは今回もあまりにもイケメンで、アンカーストーンをグーパンで叩き込むシーンが今回一番面白かったです。地味に名調すごいなって思う点があって、キャラクターが何かヒョウちゃんに話しかけた時、プレイヤーの私が思ったことをヒョウちゃんそのまま選択肢で表示させてくれるんですよね。まあ選択肢というか単一の選択しかできなかったりするんですけど、いずれにせよここでお前こういう引っかかり方するだろうっていうのを理解するテレパス能力と、そこだけ能動的にボタンを押させることでプレイヤーを物語の進行により関与させる技巧はすごいなと感じました。オーガスタと金髪野郎みたいな登場人物の関係性というつながりで言うと、他人には見せない柔らかな表情で軽口を叩き合うこっちの関係性も期待通り良かったですね。オーガスタとユーノの出会いにかかる話もっと見て。勝手な想像ですが、共鳴能力は凡夫ながら努力でのし上がってきたオーガスタと天性の共鳴能力を持つユーノは今でこそお互い似た者同士とか言ってましたが、必ずしも最初から反りがあったわけじゃないんじゃないかと妄想します。どういう経緯で意気投合に至ったのか見たいですね。次の超責任務やら連成任務でやってくんないかな。そんなヒョウちゃんファーストコンタクトの時点ですでに両者成熟していた間柄、プロゲームス作品で何も起きないはずがなくってことなんでしょうけど、正直前回の超責任務でフローバがあんなことになっちゃったので、いくら悲劇が大好きらしい黒ゲームスでも2度は続けないだろうと踏んでいたんですよね。つまり今回はどちらかというとルパの時みたくカラッとした感じで、どっちがより多くの残像を倒せるか勝負しようぜみたく、ヒョウちゃんとオーガスタが狩猟バトルしてなんやかんやあって言うのも加勢して一緒に黒潮を抑え込んでよっしゃーみたいな。でも黒潮やっぱ強くて溢れちゃうわというわけでリナシータ編クライマックス、こっからは登場人物総出で立ち向かうぞ的な、そういう少年漫画的な感じに展開するのかなって高く食ってたんですが、もう我慢できなくなっちゃってるやんけ。シナリオ上で触れていた通り、ユーノは自分の存在と引き換えに黒潮の造物を権限してくれたってことなんでしょうけど、いやもうその説明の時点で正直終わったわって思ってたんですけど、せめてメインシナリオ中に触れろや。この時私は配信していたんですが、視聴者さんから神殿の NPC に話しかければユーノの今がわかりますよっていう垂れ込みがあって、そこで初めてユーノの顛末について理解しました。まあ存在そのものが抹消されてるんだから、ゲーム中のキャラクターがユーノに言及できるわけはなく、故にメインシナリオ中にユーノの存在が消えていることについて知覚できるわけないっていうのは分かってるんですけど、だとしてもこういうのって結構安直にメインシナリオのユーノの形見とかを見て、世には大切な親友がいたような、思い出せないとかやりがちじゃないですか。そういうの一切やらずに偶然話しかけた NPC の会話から適当にほのめかされて終わらせるの、マジでめちゃくちゃ性格悪いですよね。一応メインの中でもちゃんと匂わされていて、例えば偽りの神王と戦い始めてプレイヤーの注意がバトルに向いちゃってる時にオーガスタがしれっと今までユーノに対してしかそう言っていなかったのにヒョウちゃんのことを親友呼ばわりしていたり、さらに偽りの神王を倒した後オーガスタが戦友たちを回想している時にそこにユーノがいなかったりと、ちゃんと気づく人は気づく演出
になっているのもめちゃくちゃ小憎たらしい。もちろん私は気づきませんでした。プレイヤーの理解力あるいは SNS の集合値を信じてあえて確信を語らずに余白を残し、時間差で余白に気づかせて体験価値アップ。その体験がプレイヤー同士の考察や共有を行うさらなる動機づけになる。この演出のさじ加減が毎度すげえと思います。そしてこの演出を手掛けているとされるこのクリカス、そろそろあなたは退場を、お前が退場しろ、しぶといなこいつといつも思ってたんですが、単なる舞台回しというか悲劇を作りたくてたまらない黒ゲームスの本心を代弁させる役割を持ってるからって言ってる方がいて、めちゃくちゃ納得しました。最初この目隠し変態詩人に絡まれた時、なんでこの世界の詩人とか劇作家とかそういうポジのやつはこんなうさんくさい奴らしかいないんだと嘆いてたんですが、さすがに同一人物であるようで安心。こんな奴らが複数いたらたまったもんじゃないですからね。早くボコらせてくれ。次の超責任務はユーノの存在を復元させるシナリオになるんでしょうか。個人的に気になってるのが、今回オーガスタだけじゃなくて結構ユーノにもクローズアップしてくれてますよね。こういうツンデレのイデアみたいなおはにょに並ぶコテコテのお約束も今回見せてくれちゃいましたし、しかも今回存在が抹消されちゃったけど、次にユーノを復元する動機が作中で語られてない気がする。しかもガルブレーナも出てきちゃったし、でも次のピックアップはあくまでユーノなんだよな。次の超責任務でユーノのどの辺をどういう経緯で深掘りしていくんでしょうか。ユーノを覚えているヒョウちゃんが頑張るんでしょうけど、ていうか今回比較的シナリオは分かりやすい方だったと思うんですが、それでもなんでヒョウちゃんだけユーノの存在を認識し続けられるのとか、正直あんまりよく分かってないんですよね。その辺を説明できるあるいは考察できる方いらっしゃいましたらぜひ教えてください。さすがにユーノ退場して終わりじゃないよね。ダッシュする時に存在が半透明になるユーノちゃんとかもういいですからね。黒ゲームズさんそこはよろしくお願いします。思わずサムネイルをユーノにしてしまったので、主役であるオーガスタ総督にも触れたいと思います。ヒカサさんの演技が良すぎる。私は名調プレイする時、この作品が描き出す底知れぬ世界観を雑念なく全身で浴びるように味わいたいという純真無垢な探求心と衝動の気持ち5割、あと性欲5割でプレイしてるんですが、今回ばかりはこの作品のうち10割でプレイすることができました。いや 9割7割でプレイすることができました。そもそも声に気品があるってのもそうですけど、元老院のタヌキと喋ってる時、ユーノと喋ってる時、不幸を回想して気持ち高ぶってる時の絶妙な演じ分けはさすがの一言。半ば義務的に必要性に駆られて力を求めている経緯を持っているようで、なんだかんだ普通に戦闘狂なのも好きですね。名調に対して私の下半身はいつももっとおっぱい大きくてもっとエッチでもっとただれた雰囲気を称えるドスケベキャラ出してほしいと思ってるんですけど、一方で私の上半身としては、名調が世界最高のゲームに君臨するためには私のような分かりやすい式状況ばかり相手にせず、例えば女性層みたく今の主要なファン層以外の層にももっとリーチする必要があると思っています。今回有名なインフルエンサーもオーガスタをかっけえ女と称して名調に興味を示していましたし、引き続きこういうキャラなどを通じて全人類の癖に刺さる全方位戦略を取ってほしいなと思っています。シナリオの感想としてはそんなところかな。正直前回のフローバのシナリオがあまりにも良すぎて今回相当ハードル上がっていて、バージョン 2.5 の後半でやり損ねていた幕間の紙芝居から始めた今回冒頭感情移入に若干苦戦したんですが、その直後からもうすでに面白かったんで杞憂でした。個人的に PV で示唆されていたああいうオールスターの展開がマジで超好みなので、ここからどうやってあんないっぱいいる過去キャラクターを絡ませ、そしてリナシータ編を畳ませるのか、毎度毎度数時間の尺で大変だと思うんですが、今後の展開も楽しみにしています。漂白者の方、ポジティブでもネガティブでも大歓迎ですので、超責任務の感想をぜひコメントください。あとワンチャンこの動画を見ているかもしれない名調を知らない方向けにも共有なんですが、今回のバージョン 2.6 謎に始め時になってます。その辺別途動画で触れようかなと思ってますので、まずは頭出しまで。以上です。家なしララは限りある時間で面白ゲームを最大限楽しむためのチャンネルです。今後作成する動画もお見逃しのないようチャンネル登録高評価よろしくお願いします。動画化するまでもない日常オタク語りを X で、表には出しにくい話やチャンネル運営話をメンバーシップで語っていますので、そちらのフォローも何卒おつゆなし。